あなたのガンプラはちゃんと自立できますか？トイボールファクトリーです。今回はアクションベース2をテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。箱じゃないじゃん。アクションベース2は144分の1ガンプラ用のスタンドで2007年7月に発売されたと思われるちょっと古いキットです。これまでなんとなく素組みで使っていたスタンドでしたが、塗装してみたら楽しいかなと作ってみることにしました。それでは作っていきましょう。ということで、これもガンプラなのでしょうか。アクションベース2を制作しています。パーツ数少ないな。一気に組み立てていきます。各可動部はネジで取り付ける部分が多く、増し締めすることによって可動部の渋みを調整することができます。高さを調整するシリンダー部にストッパー機能がついてますね。アクションベース2を作ろうと思ったのは、前回の俳優ガンダムブレイブのバランスが悪く、自立することが難しかったのでスタンドを使って立たせたんですが、プラモデルをすごく丁寧に作って塗装までしているのに、それを立たせるスタンドがゲート跡が残ったままのただの素組みだと、プラモデルと比較するとかなり見劣りするなぁと感じたのが制作のきっかけでした。そういえばチャンネル登録者が4万人を突破しました。ありがとうございます。それなのにその記念の制作がアクションベース2っていうのはいくらなんでも花がないなとは自覚しています。作りたかったんだからしょうがない。そういえば4万人というと僕の出身の市の人口よりも多いんですよね。追い抜くのはもうちょっと後かなと思っていたんですが、過疎化が進んで思っていたより早く追い抜いてしまいました。嬉しくもあり悲しくもあり、悲しみを乗り越えてアクションベース2の完成です。ストッパーを外してニョキン。もう特に見どころがないので可動部のチェックをしております。ネジを調節してこうするとフライングポーズにするならちょうどいいかな。結構高さは伸びますね。デザインが思ったより細かいですね。この横に倒れる部分と合わせてネジ止めの可動部が3箇所と高さと回転の可動があります。ということでオリジンガンダムさん登場。ついにこの間角が折れてしまいました。お尻の穴じゃない、ジョイント用のポリキャップに刺してこれで立っているという感じですね。シリンダーを縮めて低くしているんだけど足がつかない。ストッパーを外してギリギリまでアームを下げればなんとか足がつくかな。それではバラして塗装前の処理を行っていきましょう。私飛んでるわ。まずはシャインブレード6で台座部分のゲート処理から行います。ぐるぐるバー細めで側面をヤスリがけ。よく見てみるとヤスリがけされた部分とヤスリがけがされてない部分がありますね。これだけパーツが歪んでいるんですね。平面にするためにヤスリがけ。これで整ったかな。波打っていた側面が綺麗になったと思います。金属ヤスリは傷がつきやすいので、それを消すために400番から1500番までの筋彫り銅のマジックヤスリでヤスリがけ。ヤスリの番手ごとに向きを変えて余分な傷を消しやすくしています。さらにフィニッシュプレートで光沢に。これはやらなくてもいいんですが、ヤスリをかけた傷が残っていないかどうか光沢にして確認するためにやっています。今回はこんなもんでいいかな。続いては面出しスクレーパー。これをピンバイスに取り付けて、こういった入り組んだところの平面を出すために使っています。結構引けてますね。接着しての合わせ目処理はせずに平面出しだけを行っておきます。すごく嫌な音が鳴っているんですが、音量を下げてお送りしております。これで平面になったかな。
続いては細いレールパーツ。これをワークホルダーに取り付けて、手で持つのは難しいですからね。こういったパーティングラインを消すのにも面出しスクレーパーは有効です。ヤスリがけだとどちらかに傾いてしまったりもするので、まずは面出しスクレーパーでパーティングラインを消して、それからぐるぐるバーでヤスリをかけて平面を出します。そしてマジックヤスリでヤスリをかけて、はい、これで綺麗になりました。最後にモビルスーツとのジョイント部分の筋彫りを彫り直しておきました。それでは楽しい塗装の時間です。まずはいつも通り EX ブラックで下地を作っていきます。クリーニングブラシで静電気とホコリを除去。今回もサフレス塗装です。サーフェイサーを拭くと表面がざらついてしまいますからね。おや、ホコリがしっかり入っちゃいました。表面もちょっと梨地に見えちゃうかな。しっかり乾燥させてから3000番のスポンジヤスリを使ってホコリを削り取ります。丁寧に削って表面のざらつきも同様に3000番のヤスリをかけました。これでいいかな。よしとしましょう。どうも塗装中にホコリが入りやすいということで、塗装ブースにつけていたレンジフードフィルターを剥がしました。どうやらレンジフードフィルターの目が細かすぎてすぐに塗料が詰まって吸引力が弱くなり、ホコリが塗装ブースに滞留してしまったようです。このフィルターを取り外すことによって塗装中にホコリが入りにくくなりました。塗装ブースの掃除回数を減らすためにつけていたんですが、ホコリが入ってしまったら本末転倒ですからね。掃除が大変ですけどね。さて EX ブラックが残りわずか。もう僕は塗装ができなくなってしまうのでしょうか。はい、ということで EX ブラックが購入できました。再生さんありがとう。ガンメタルを塗装していきます。メタリック塗装はそんなに表面処理にこだわる必要はないかなと思います。もちろん綺麗に表面処理をしているに越したことはないんですが、ある程度の細かい傷なんかは塗装のざらつきで目立たなくなるので、薬ガンダムの時みたいに地獄の表面処理まではやらなくてもいいと思います。なぜここで急に組み立て始めるのか。そういえばこの2つの台座は組み合わせて使うんだと思い出して、別々に塗ってしまうと色の差ができてしまうということで合体して一度に塗装することにしました。メタリック塗装は傷は隠せても色ムラが出やすいので、隣り合うようなパーツや左右対称のパーツはできれば一度に、もしくは続けて塗装した方が色ムラが出にくくなります。別々に塗装するときは並べて比較して色の差が出ていないかどうか確認しながら塗装するようにしています。続いてはパールシルバー。当工房ではスターブライトシルバーの上にパールシルバーを重ねて、明るくきめの細かいシルバーとして塗装することが多いですが、今回は EX ブラックの上に直接塗装して暗めのパールシルバーにしてメカ感を強調してみます。いい感じかな。続いてはスターブライトシルバー。アームのレール部分を塗装します。むき出しの金属っぽいところなのでシルバーが合うかな。続いてはパールカッパ。よくメタリック塗装する時のエアブラシの気圧を教えてと質問が来るんですが、とにかくできるだけ気圧を下げるのがコツです。塗料の突出量も絞って塗装することできらめき感が増します。最後にアクセントにスターブライトゴールドを塗装して、エアブラシでの塗装終了。お疲れ様でした。ここに謎のへこみが。ゲートレスエッチングパーツを使ってディティールアップをしていきます。台紙が透明になっているので透かして大きさを確認して、これくらいがちょうどいいかな。爪楊枝で剥がして、剥がす時になくしやすいんですよね。水性接着剤のデコプリンセスで貼り付けていきます。姫様お久しぶりでございます。爪楊枝の先につけたデコプリンセスを貼り付けたい場所につけて、ゲートレスエッチングパーツをゲートレスエッチングパーツをピンセットで置いていきます。爪楊枝で位置を調整して、これで貼り終わり。ここにも穴がたくさん。アームの部分ですね。この穴を埋めるために
配給パーツのマイナスモード2を貼り付けていきます。これも同様にデコプリンセスで貼り付けていきます。デコプリンセスは水性接着剤なので、失敗しても水をつけた綿棒などで拭き取ることができ、塗膜を傷めることもないため、失敗を恐れずに接着できるのがいいですね。やり直しが効くというのは難易度の高い光沢塗装では助かります。その分接着力は弱いですが、簡単に直せるので補ってあまりある性能だと思います。キラキラして綺麗。そしてマグネットセッターも貼り付けていきます。これって磁石をつけるためのエッチングパーツらしいんですが、本来の目的よりもディティールアップ用として使っています。これも台紙が透明なので、つけたいところに置いて大きさを確認してフィルムを剥がして爪楊枝でパーツを剥がしていきます。エッチングパーツの裏が粘着テープになっているので、そのまま置いて貼り付けていきます。位置を調整してぐっと押し込んで圧着して貼り付け、各種いろいろ貼り付けて、これでかなりキラキラしてますね。ちょっとオーロラっぽい感じもします。綺麗。続いては部分塗装を行っていきます。シタデルカラーのリードベルチャーでドライブラシを行っていきます。ビヨめっちゃ振ってる。パカリンコ。ドライブラシ用の毛先が短い筆に塗料を少しだけつけて、ティッシュで拭って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 、ティッシュに塗料がほとんど映らないようになるまで塗料を拭ったら、パーツにこすりつけていきます。出っ張った部分や角など引っかかる部分にだけ塗料が乗って陰影を強調することができます。ハイニューガンダムブレイブの動画へのコメントありがとうございます。なんかめっちゃコメントついたと思ったら、ほとんどの人が RG のハイニューガンダムが買えなかったんですね。まさに傷の舐め合い。RG ハイニューガンダムが買えなかったので、ハイニューガンダムブレイブを作ったんですが、実はこっちの方が超レアキットという指摘をいただきました。確かに全然再販されてないようなので、かなり入手困難なキットでしたね。まあ押し入れに積んでる、もしくは手に入るキットを作って遊ぶのが一番ということにしておきましょう。 RG ハイニューガンダムを買えた人も、開店後にダッシュで売り場に向かって買ったと書かれている方も多く、まさか現代でそういう壮絶な争奪戦が行われるとは思いませんでしたね。恐ろしい。他にもプラモデルを始めようと思っていますが、 HG から始めるのがいいですかという質問もいただきました。一番のおすすめは、自分がかっこいいと思ったものを作るのが一番です。これはもう本当にそうなんですよ。ただ今ちょっと手に入りにくいというご時世もあって選択肢が少ないんですが、バンダイのプラモデルだったらどれを買っても簡単に作れるのでおすすめしておきます。きっと楽しく作れますよ。僕が初めて本格的に塗装したマスターグレードサザビーを作るときには SD のサザビーを一緒に買って、 SD を使って上手にできるように試しながら MG サザビーを作っていきました。プラモデルを作るのは本当に楽しいので、ぜひこちら側へ。ということで全てのパーツが整いました。それでは並べて組み立てていきましょう。チャンネル登録者4万人達成記念ということで、アクションベース2の制作という、一体誰が見るんだろうという制作動画ですが、こういったサポートキットを作るのも楽しいですね。普段のプラモデル制作ではなかなかない大型のパーツがいくつもあり、平面処理において良い経験が得られたかなと思います。エッチングパーツでのディティールアップも最近は行ってなかったんですが、やっぱりやってみると異素材感が際立っていいですね。またやってみたいなと思います。本体とアームを取り付けて、これで完成。ズームアウト。思っていたよりもスチームパンクっぽさがあるかな。ゴールドとカッパー、エッチングパーツなど複数の質感がごちゃ混ぜになっているのがそう感じさせるんでしょうか。改造する人はケーブルを取り付けたりするとよりスチームパンクっぽくなるのかな。光沢とメタリック感の違いがまた面白いですね。反対側もかっこいい。なかなか楽しい制作でした。これから投稿後の動画をしっかり支えてもらいましょう。ということで今回はアクションベース2をテッカテカに塗装しました。
まさかのスタンド、サポートキットを製作するという動画でしたが、お楽しみいただけたでしょうか。プラモデルを飾るのにとても大切なものなので、これからターンテーブル動画の雰囲気を支えてくれることを期待したいです。しかし、アクションベース2だけが回転してる動画ってなかなかシュールですね。ということで、アクションベース2のテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。次はこれを使って立たせるプラモを作らんとな。